サマーゲームフェスト2026でついにベールを脱いだ FS7 リメイクシリーズ完結となる3作目。発表と同時に情報が続々と公開されていますが、皆さんはもうチェックしましたか？どうも、エトです。今回はリメイク3作目のタイトルがリベレーションに決定したことから判明したタイトルのリベレーションが示す意味、意外な新事実というものが明らかにする真相とは何なのか、そして公開されたキービジュアルが暗示する内容について考察します。その真相を解く鍵はやはり AC にありました。これを見ればリメイクシリーズが解き明かす真相とは何なのかが理解できるはず。それでは早速見ていきましょう。まずは3作目のタイトルについてです。3作目のタイトルはリベレーションだということが公開されました。皆さんはこのタイトルを聞いてどう思いましたか？ちなみにリベレーションという単語には1、暴露、2、意外な新事実、3、啓示といった意味があります。最初にこのタイトルを聞いたとき、個人的には新事実という意味が一番しっくりくるなと思いました。また、3作目発表後に公開されたインタビュー記事では、野村さんが3作目のタイトルは、オリジナルでも明かされていない謎を含めて、真実を明らかにするという命題を意味しているとコメントしているので、タイトルに込めた意味としては、新事実という意味合いが一番大きいと考えています。さて、ここで2作目までのタイトルの意味を振り返ってみると、リメイクは作り直し、リバースは再生でした。だからこそ3作目のタイトルは過去2作のタイトルの意味とつながりがあり、かつ3作目のストーリーを象徴する意味になると思っていました。このチャンネルでは3作目のタイトルについてもリバース発売後に考察しましたが、その意味として復活を掲げていました。もう2年前のことになると思うと懐かしいです。しかし、蓋を開けてみると、新事実という意味であるリベレーションというタイトルは、個人的に過去2作のタイトルの意味とは直接的なつながりをあまり感じませんでした。そのため、自分にとっては意外性のあるタイトル名でしたが、今まで明かされず深まっていたリメイクの謎のことを考えると、直球なタイトルであるとも感じました。リメイクシリーズのディレクターである浜口さんも、今回公開されたインタビュー記事で、リメイクを3作目できちんと終わらせる決意で取り組んでいることを強調し、エンディングまでの過程はプレイヤーによって異なるようになっているが、迎えるエンディングは一つであることを話しています。というわけで、リメイクシリーズに出てきた謎が全て解き明かされ、すっきりできることは約束されているようなので、ストーリーの謎がずっと気になっていた方は期待して待ちましょう。では、リメイク3部作のタイトルが出揃ったところで、その意味をつなげてみましょう。作り直して再生して、真実を解き明かす？これを聞いて、リメイク3部作がどういうストーリーなのかわかりましたか？わからないですよね。そもそも何をっていう部分がわからないからです。皆さんは何をの部分が何だと思いますか？よければコメント欄であなたの意見を教えてください。ちなみに、リバースアルティマニアで野村さんは3部作のタイトルを当初はリメイク、リユニオン、リバースにしようと考えていたことを明かしています。しかし、2作目の内容を見返したときにリバースの方が合っていると思ったため、タイトルをリバースに変更し、CC のリマスター版にリユニオンをつけたと語っています。そう、当初の3部作のタイトルの意味をつなぐと、作り直して再結合して再生するという意味のつながりになっていたのです。このつながりから何をっていう部分を考えると、それが何を指すのか、よりわかりやすいと思いませんか？さて、ここからが本題ですが、この何をっていう部分を考えると、リメイク3部作のストーリーが垣間見えるかもしれません。ズバリ、
それはクラウドのことだと考えています。クラウドを作り直して再生して、その復活の真相を解き明かすのです。いやいや、意味わからんってなるかもしれませんので、もう少し説明を加えます。AC の終盤で生死をさまよってライフストリームの中にいるクラウドを作り直して再生して復活させるのです。リバース発売前に野村さんが考えていた当初のタイトル候補で考えてみると、クラウドを作り直して再結合して再生するとなります。こちらで考える方がよりわかりやすくしっくりくるかもしれません。その具体的な考察については、以前投稿したこちらの動画で考察していますので、まだ見ていない、気になるという方は概要欄のリンクから視聴してみてください。つまり、AC 最大の謎だった終盤でのクラウド復活の真相がリメイクで明かされるということです。これがリベレーションで解き明かされる真相のうちの一つです。ちなみに、オリジナルでも最後まで明かされなかった謎がありますが、なんだかわかりますか？それはジェノバとの決着です。オリジナルの最後でセフィロスの実体との決着はつきましたが、ライフストリームに落ちても星に帰ることのない異物であるジェノバとの決着は曖昧なままで終幕を迎えていたのです。当時、ここまでその謎について考えていた人はほぼいなかったでしょう。なぜなら、宿敵セフィロスと決着をつけ、メテオの落下も阻止して、星の危機を救うというハッピーエンドを迎えていたからです。だからこそ、続編となる映像作品 AC で、ジェノバがライフストリームの中で思念として潜んでおり、精根症候群という病気としてクラウドたちを苦しめていたことを聞いて、まだジェノバが生きていたのかと驚いたはずです。AC では、エアリスの浄化の水によって外部から精根を治療する方法は描かれましたが、星の内部にウイルスのように潜んでいるジェノバの思念をどうやって完全消滅させたのかについては描かれませんでした。こう考えると、AC のセフィロスが最後にクラウドに告げた有名なセリフ、私は思い出にはならないさが、星の内部にはまだジェノバの思念が残っているから、星をめぐる戦いはまだ終わらないという意味の伏線だったと理解できます。そう考えることで、その直後に起きるクラウドが凶弾に倒れるあの衝撃的なシーンがあったことも腑に落ちると思います。そう、こうしてライフストリームに落ちたクラウドは、星の内部でジェノバとの完全決着をつけ、その後に復活するのです。当時、AC を見た時には誰も理解できなかった終盤のシーンの真相が、リベレーションでようやく解き明かされるのです。というわけで、二つ目の解き明かされる真相とは、ジェノバとの完全決着です。これに関して、もう少し踏み込んで考察すると、ジェノバと完全決着をつけるということは、セフィロスを救済するということにもつながります。セフィロスは、ニブルヘイムで自分の出生の秘密を知り、自分を取り巻くすべてのものに絶望して、ジェノバの意志を継いで、たった一人で星にあだなす存在となりました。そんなセフィロスは、ライフストリームの中で星の一部になることを拒んでいますが、ジェノバが消滅することで、ようやく星の一部となり、星に帰るというエピソードが描かれるのではないかと考えています。そのことを暗示するように、公開されたリベレーションのキービジュアルには、セフィロスの片翼が無産する様子が描かれています。リバースのセフィロスは、プロフィーラーから具現化する形として登場していました。しかし、この片翼だけが無産しているということは、セフィロスが救済され、正気に戻ることを意味しているのだと考えます。また、背景の明るく晴れ渡る空も、セフィロスの救済を含めたすべての謎の真相が明らかになることの暗示なのかもしれません。そうなると、セフィロスのかつての仲間たちであるグレンたちのサンバガラス、アンジール、そして自分が殺めたローゼンとの関係が描かれることにも期待が高まります。
スマホゲーである EC をやっていない方は知らないかもしれませんが、グレンや若きアンジール、そしてローゼンとの関係はすでに EC で語られています。グレンやローゼンとの関係については、このチャンネルですでに解説した動画があるので、まだ見ていないという方は、概要欄のリンクから視聴してみてください。特にリメイク世界の先端で、ローゼンを殺めたことを思い返しているセフィロスの姿が EC で描かれているので、ローゼンはリベレーションでのセフィロス関連のストーリーにも大きく関わる可能性はあると思うので、気になる方はお見逃しなく。さて、ここで皆さんに質問です。ライフストリームが何なのかを具体的に説明できますか？ライフストリームが星をめぐる精神エネルギーの流れであることはご存知だと思いますが、それ以上に何なのかということを具体的に説明できる人はいないはずです。なぜなら、オリジナルでもライフストリームがどういうものなのかは具体的に説明されていないからです。そう。リベレーションで明かされる3つ目の真相というのは、生死をさまよいライフストリームに落ちたクラウドを通して、ライフストリームの中の世界がどうなっているのかを描き、その真相を解き明かすということです。おそらく、これがリベレーションで解き明かされる一番大きな真相となるでしょう。オリジナルの舞台は、星の表面、すなわち地表での出来事がメインでしたが、リメイクの舞台は星の内部、すなわちライフストリームの中の世界での出来事がメインなのです。リメイクで描かれたクラウドやエアレスが未来を知っている節があることや、早い段階でのセフィロスの干渉、そしてオリジナルの FF7 のストーリーと異なる行動をとると、干渉をして元に戻そうとする運命の番人であるフィーラーの存在。続くリバースで描かれたザックス生存の世界からつながる複数の平行世界。クラウドがエアリスの死を目撃した時に、オリジナル通りにエアリスが死ぬ世界と、エアリスが生存している世界とが同時に見えていることなど、そういった今までに貼られた様々な伏線が、ライフストリームの中の世界を知ることで回収されるのだと考えています。ここで改めて考えてみると、ジェノバの執念深さはかなりやばいものです。肉体をほぼ失ってもライフストリームに溶け込まず、その中の世界でも思念としてウイルスのように星を内部から侵食して滅ぼそうとしているわけですから。リベレーションではそんなしつこいジェノバとも完全決着がつく展開が描かれるはずです。現に FF7 の世界で一番先の未来が描かれている DC では、体内にジェノバ因子がまだ残っている人も存在している様子は描かれていますが、ジェノバやセフィロスによる脅威は一切語られていません。まあ、語り出せばキリがないですが、3作目のタイトル、リベレーションが解き明かす真相とは何なのかということについては、これでお話できたと思います。さて、ここまでリベレーションで解き明かされる真相とは何なのかと題して3つお話ししました。1つ目は AC のラストでのクラウドの復活の真相。2つ目は星の内部に潜んでいるジェノバとの完全決着。すなわちセフィロスの救済。そして3つ目はライフストリームの中の世界の構造に関する真相。来年にはこれらの真相がいよいよ解明するかと思うと今から楽しみです。皆さんはこの動画で考察した内容以外でどのような真相がリベレーションで解き明かされると思いますか？よかったらコメント欄であなたの意見を教えてください。いかがだったでしょうか？今回は発表された3作目のリベレーションというタイトルからリメイクシリーズが解き明かす真相について考察してみました。今まで気になっていた謎の真相が全て解き明かされると思うとプレイするのが待ち遠しいですね。発売まであと少し、期待して待ちましょう。このチャンネルでは今後も FF7 やその他のゲームに関する動画を投稿していく予定です。この動画がいいなと思った方は、
動画制作の励みになりますので、グッドボタンやハイプ、SNS での共有をしてもらえると嬉しいです。今後も情報が気になるという方は、チャンネル登録とベルの通知をオンにしてお待ちいただければ幸いです。それではまた別の動画でお会いしましょう。エトでした。